さあじゃあ今度はこの次の段階に来るもの、これもアニメーション持ってきました。見てみましょう。これが格子の回転ですね。さあどうなってますか？わかりやすいよねこれ。もう言うまでもないですね。僕がオコストに最初に更新が入ってきた時に、オコストは僕寝てたんですけど、今から宇宙の作り方を教えるって言ってきた。でどうやって作るって言ったかというと、宇宙というのは回転が回転をし回転が回転をしていく無限構造だって言った。これ長いね。ちょっと止めますね。いい話なのに今からまあ回転、その時は螺旋って言ってたんだけど、まず指を上げろって言うんですよ。そしてまず螺旋を作りなさいって、螺旋を作ったんですよ。じゃあその螺旋をまた回転させて螺旋を作りなさいってこうやってるんですよ。じゃあまたその螺旋を螺旋化しなさいって言ってこうやってたんですよ。そしてまたその螺旋を螺旋化しなさいってこうやってたんですよ。またその螺旋を螺旋化しなさいでこうやってたんですよ。そのまた螺旋をってなんかもうこんなになっちゃったってこうなって、そして今から街に出なさいって言われる。でもそのままバーッと出ていきながらこうやって、そこでも面白い話なんだけど、それはこっちに置いといてここで言いたかったのは、回転が回転を作り、またその回転が回転を作りという多重構造なんです。だから波動といっても、要するに一つの波の中にまた波が出てきて、そのまたの中に波が出てきて、波で表せばね、そうやって波はどんどん複合的に複雑化していくということなんです。波で表せば単にそれだけのこと。大元は回るものがまた回り、それがまた回りっていうような構造。これがミクロの世界に現れているのが素粒子の世界です。で意識を作っている。でマクロ側に現れると、これは実は太陽系になっている。今日は太陽系の方の話はしませんけどね。だからつながってるんですが、でその回転が回転をしていくっていう言い方をすると、これは第二の回転だよね。ここに書くならば単純です。こうやってまずものがあって、今度は自分というのがいて、自分が回ればものがいっぱいあるじゃないですか、自分の周りに。そうすると一個一個こう波動になってるわけですよ。波動関数ですよ。でそれを今度はまた円にしてぐるーっとまとめている次元が自分という次元でしょ。だから人間は自分の周りに無数のものを見れるし、無数の点を置けるわけ。そうするとこれ第二の回転なんですよ。そうなってる。でこういったものは物理学では何と言われているかというと、電磁場と呼ばれます。電磁場、中和してる時は電磁場なんだけど、完全にまとまったらクォークでいいかな。物質の大元の粒子です。波動関数の回転するもの、波動関数自体が回転している。ここ波動関数だとしたら、ここが波動関数なわけですから、プサイをこの一本にまとめれば、このプサイ自体がいっぱい集まって回転している世界です。これ調和振動と呼ばれるものになります。物理の世界ではね。で U1 の対称性というものを持っています。これは物理の言葉です。U1 っていうのはユニタリー、
1っていうのは複素一次元ということでここの回転対称性のことを表します。方程式がここで形を変えませんという意味ですね。これ電磁場だったりいろいろな粒子、電子も U1 対称性持ってるしクォークも対称性持ってます。宇宙ができる順番から言えばこれが光子だとしたらこれは、アップクォークですね。ヌースの解釈ではですがこうなってる。赤と青の方がアップクォークでこの巨軸が回った方がアップクォークで二重化なってるんですね。赤の軸が回った方がダウンクォークでいいです。こうなってると思ってください。つまり物質の大元は私たちの周りにある私が認識しているこの空間だということでそれがミクロの世界に見えているのを僕たちはクォークと呼んでいるということなんです。つまり人間っていうのは宇宙を作り出すための種子なんですよ。種子ってほら果実の中に種子が入って樹木がなって好みがなってその中に種子が入ってますよね。そして種子がボタッと大地に落ちるとその種子は今度は土からまた芽を出して樹木を作ってまた種子の果実を作りますよね。それと同じなの。人間っていうのは神様が宇宙樹というのかなそういったものを作り上げてそこで実らした果実の中に入っている次なる宇宙を作るための種子なんです。そういうふうに考えられていい。そしてその種子が私たちの意識として今ここに無意識の中でもう次の宇宙を作る準備という形で素粒子を活動させている。そういうストーリーです。起こすとの流れから言うとね。でこれをずっと進めていくとですねもう時間がなくなってきたんですがこういう形が見え始めます。僕がヌースロジーのシンボルマークにしているものです。もう皆さん見やすいと思うんですがこれ物と思ってください。物です今言った。でここに今言った複素空間の回転の光子の世界があります。そしてここに自分が中心になっている位置がここですね。私がいる場所です。これは物の中心点。そしてこっち側には他者がいます。だから平たい言い方をするとこれ私の魂です。こっち側が他者の魂です。そして宇宙というのは私の魂と他者の魂を今度は統合するような回転、つまりこの玉を作るような運動に結びついています。でこの大きな玉、私とあなたを統合するような回転のところにできてくるものが実は原子核の中にある陽子と呼ばれているものだというふうにお骨は言ってきます。足立育郎さんがなんか言ってたよね昔。愛とは陽子であるって。その通り。そこは全く一緒です。つまり私とあなたが統合されている空間、私もあなたもない空間があって、それが波動関数でずっと組み立てていくと陽子の波動関数になっているということ。回転の多重性ですこれもね。アップアップダウンっていうクォークでできてるんですけど、アップとダウンを統合してそしてその統合するためにアップがいるっていうことでアップアップダウンになっている。その反映物がアップとダウンが逆になっててダウンダウンアップっていうのが中性子になってるんですけど、その陽子と中性子によって物質の大元である原子核というのが作られている。だから原子核の世界というのは実はミクロの世界ではなくて今から私たちが触れていく意識的マクロの世界なんですよ。私たちはもうそっちの方向を向いてなくて時空の方向ばっかり向いてるからある意味その時空の方向には自分しかいないの。変な言い方だけど本当の他者はいないんですよ。本当の他者っていうのは私が本当の自分である奥行きを見つけて他者も本当の自分である奥行きを見つけてその奥行き同士が結合していくところに初めて
他者との触れ合いや出会いがある。それを愛と呼ぶわけでしょ。だからこの時間と空間の世界でいくら地球の中心で愛を叫んでもそれは虚しくしか響かんよ君って言わなきゃいけない。こっちだから方向としては心の方、内が内在の中でつながっている世界がこういう原子核とかを作っていくわけです。ですから持続の世界ですね。そうやって、原子核に相まって原子いろいろ作っていきます。その時の構造性がこういうものですよね。物理学ではこの対称性構造、これ対称性って難しい言葉を使ってますけど、どんどん次元が上がっていくと思ってください。さっき言った複素平面の回転が1個の世界、こういうものが出てきます。2個の対称性が出てくると陽子中性子、3個では今度は陽子と中性子をつなげる強い力というのが出てきて、ストレンジネスとかいうのが出てくるんですが、もういろいろ出てきますが、出てくるのはとにかく複素平面が1枚2枚3枚4枚5枚というふうにどんどん次元を上げていくだけなんです。あるロンドのようなリンブのような双子が踊り合いながら何か調和して楽しく踊ってるんですよ。そしてどんどんこう自分たちのこう対称性の輪を広げていってるんだよね、その内部空間の中では。でこの世界全体、一応普通の標準理論では SU5 対称性ということでクォークという物質、原子核を作っている、アップダウンクォークとレプトン、これは電子とかの原子核の外にある粒子です。これの統合がこれで行われて原子というのが出来上がってくるっていう考え方です。でもちろんこれ重力が入ってないんで、重力入れるとなるとちょっともっと複雑な数学になるので今日はご紹介しませんが、中は単純だからこれ10次元世界ですね。ここにあるのは複素次元で言えば1個が2次元ですから、2次元4次元、ごめんなさい、2×5 で、10次元、2次元4次元6次元8次元10次元。そして起こす情報はこの構造によって人間の自我構造ができていると言っています。自我です。全体自分が愛を持って他者と触れ合い感情や思考を回して、かつ、何か感じたらこの感情は良くないから変えようというふうに思考が反復してみたいな回路があるんですよ、意識の中に。それがこの構造が担っていると言っている。つまり現代物理学がやっているのは人間の無意識構造ですというオコストの言っている内容がここにあります。でヌスはこれを全部平等しようとしている。ここに全部その形を抜き出す。そうするとこういうものが見えてきます。さっきのヌスコンストラクションがどうやってできていくかっていう順番です。今私たちは時間と空間、これ最初が時間と空間の世界です。これしか知りません。奥行きの認識が出てくるとここによりマクロな意識空間が出てきます。これがさっき話した光子の世界です。そして2番目に話したクォークの世界、調和振動子の世界ですね。でそれが対になって生まれます。自己と他者の関係です。クォークの右巻きか左巻きかの関係になりますね。でその玉を今度はスピノールという物理量に変換します。これは難しいところですが雰囲気で見てください。
ここに SU2 対称性というのが生まれてきます。まあこれがヌースコンストラクションの構成の順番で、今これ SU2 から SU3 にかけてのとこなんだけど、こういったものを全部見えるようにしていきたいんですね。僕らがこれがこれかとかこれがこれかとか言って、いわゆるエーテル的な空間の世界なんですけど、そこに全部こう意識でその自分の魂を削り出していくんです。そして自分の魂を見えるようにしていく。そしてそこに自分の生きるベースを置き始めると、まあこれがいわゆる肉体から意識が抜けていくっていう状況に対応していきます。まあそれ完全にそうなるまでにはね相当時間かかると思うんですが、オコスト情報では2039年になるとこの SU5 までの全部が人間に見えるようになると言ってるんだよね。SU5 2039年です。そこからはオコストは人間ではなくなると言っています。短いよね、本当かいなんて話なんだけどあと20何年でちなみに今見せたその玉っていうのはもっと僕たちに卑近な言い方をすると永遠の世界ですから、さっきも言ったように持続の世界ですから、オコスト情報はそれが人間が今死と呼んでるものだと言ってますよ。ですから人間は時間と空間の世界の中で生きているように見えて、実は本当の生命力っていうのは持続の中にあると考えた方がいいんです。持続の世界の中に、永遠の方に。そして時間と空間の世界はどちらかというとその持続の世界が引き伸ばされた世界なんで、どんどんその宇宙的な内的な創造のエネルギーを破壊していってる方なんですよ、時間と空間の世界というのは。だから時間と空間の世界の方が本当は死の世界なんです。わかりますか？だから時間と空間、物質だけで人間が生きるようになったら人間はもう宇宙的には死んでるんです。で本当の命っていうのは宇宙の内部、この内在の方向に生きていて、どういうわけか、人間は今それを死と呼んじゃってる。肉体がなくなったら死と呼んじゃうじゃないですか。でも肉体なくなってもその私たちの中を支えてたこの持続の空間はなくならないんですよ。そして新しい宇宙の創造の糧となるため、力となるために何て言うかな、残るということだろう。まあその間で何回も輪廻したりもするかもしれない、その魂を鍛えるためにね。それはオコストアの情報の管轄すると知るところではないんで、僕は輪廻の問題はよく分かりませんが、とにかく人間は死と生を反転してみてるんだよね。生命力はこの永遠に触れてないと出ないですよ。まあ人間にとってみれば希望だとか、まあいろいろなものになって降りてきますけどね。時間と空間の世界だけだったらこれ絶望の世界ですよ。だからどんどん生命力を研ぎ落としていくでしょ。だから自分が生きている力っていうのはこの奥行きの中の持続にあるということ。それは僕らの言い方で言えばリアルに生きるということなの。この現場でリアルに生きて、リアルに人と交わって、人と意見を交換して戦わせて、その力なんですよ、生命力っていうのは。単に思考だけで世界がこうなってるとか、科学的な世界観でこう物質で見てどうのこうの、データがこうだからね君とか、そういうものじゃない。ここに根付いている自分たちの心の中で生きる、ここが本質です、人間の生活の。でそれが宇宙と共に生きるという意味だと考えてください。そしてその世界と素粒子というのはすごい関係を持っていて、ここに波動が出現しているっていうことなんです。だからおそらく波動機器で拾っている波動っていうのはこの素粒子の波動です。僕から言わせれば多分電気を使われてやってるでしょ。その電気的なものはその中の世界なんですよ。で電子は特にSU5 までを全部統合したものなんで、電子の中に情報が全部入ってるはずです。おそらく器なんです。私たちの
感情とか思考内容とか全てを何か、貯蓄か保存している器、電子というのは。だからとてもその今の文明の中でも電子というのはすごいこう技術に使われたりするんだけど、その中には得体の知れないものすごい力が入ってるんですよ。霊なんです。科学が素粒子と呼んでいるものはね、そういうふうに思っていただければいいと思うんですが、さあそうやって、構造体をね、僕はずっと素粒子のシステムの中で作ってきたんですが、複素二次元空間、さっきベースとなった私とあなたの奥行きとここの実の二次元っていうのが見えてくると、私たちの意識を構成している霊がの階層が見えてきます。さっきはヌースコンストラクションっていう2つに分かれた玉で表したんですが、単純に言うとね、こうやって玉がね上位重なって階層構造になっているだけなんですよ。でさっき言った13、14っていうか SU5 までの世界に行くためにはこの玉が7階層になってる。なんか発見点が上がったよね。竜が7つの玉をこう掴んでいくっていうさ、それとそのベースっていうか、僕らの魂の階層が7階層あるということです。人間の自我を作っている。そしてこれ全部回って波動関数になっている。そういうふうにイメージするといい。でここが波動全体の世界になっているわけです、ね、そしてこの階層関係の中でそれこそ多分もう複雑に入り乱れてますよ。いろんな波動が私たちの精神生活によってね。でそういったものが歪んだり何か断ち切れたり、折れ曲がったりいろいろしてしているのを是正するっていう。そしてその是正されるともう全体の意識の流動がすごいスムーズになって体も当然健康なものになるっていうことなんだけど、多分そういう仕組みです、大元は。ですね。で僕はこの構造をずっと考えながら何か技術にしなきゃいけないなっていうことで、これは、その玉の骨格というのが実はこういう形で立方体はここに書いてますけども、この中にこう正四面体が交差したものとか八面体とかが入ってて、それの多重構造になっていることです。骨格の方です。玉の骨格です。これプラトン立体というふうに呼びますね。だからこうやってちょうど見た時には六角形が階層を持っているように、この4次元の方向から見るとね六角形が階層を持っているように見えます。これはスピリチュアルな人たちが今やってるマカバというものとすごく関係していると思ってください。旧約聖書の中じゃエゲジエル書だっけな、神の戦車メルカバという形で出てきますね。4つの車輪を持った火の車、精神のことです。4つの車輪、4です、ベースは。これがずっとその骨格に沿って玉が作られているっていうやつです。さあここからね、これからですね、玉が時間と空間の世界に広げられたものが波動なんだと。永遠の世界で見ればそれは玉なんです。そして私たちは時間と空間の世界に生きてるから、その玉が円でもいいんだけど、それが波になってこの時間と空間の世界の中に展開されてるだけなんです。それを波動と呼んでるというふうに思ってるぐらい。扱ってるのはだから玉です。